はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。今回もオリジナルで作ったアドオンの配布とそのアドオンの使い方について説明する動画になってます。で、今回はどんなものを紹介しようかと思ってるかと言いますとですね、パーティクルで作った動きっていうのをアニメーションとしてベイクするっていうアドオンです。もうこれもね、結構ニッチな要望かもしれないんですけど、ただこれもなんか今まで作ったやつの中だと比較的操作しやすい部類のアドオンかなと思ったので、せっかくだから配布してみようかなと思って今動画撮ってます。ニッチではあるんですけど、多分同じことやりたいなって思ってる人いるんじゃないかな。どういう時に使いたいかっていうと、私の場合はお仕事でユニティ使ってるんですけど、ユニティで例えば魚の魚群の動きとかを作りたいなってなった時に、ブレンダーのパーティクルを使って魚群の動きを作ってそれをユニティに持っていきたいみたいな時とかがあって、ただブレンダーのパーティクルってそのままユニティとかに持っていけないんですよ。このパーティクルのシステムってなんかややこしいみたいで、なんかそのソフトでその計算処理とかっていうのが違うっぽいですよね。だから直接そのブレンダーで作ったパーティクルの動きっていうのをユニティで再現することができなくて、じゃあ持っていくとしたらどうやるかっていうと、今言った通りアニメーション情報としてベイクして、それを例えば FBX とかにそして出力してそれをユニティで読み込むみたいな、そういう過程がいるんですよ。で、それをね本来やろうと思うと、できなくはない、できないか。パーティクルにコンストレイントとかできないもんね。難しいですよ、とにかくそれが。で、それをなんとかうまくできないかなっていうことで開発したのが今回の紹介するやつですね。このキリーパーティクルアニメーションベイカーって書いてあるこれです。こちらですね。なんでこれをね今回紹介しようと思ってます。で、最初はいつも通りアドオンの導入の仕方から説明しようかなと思うんですけど、アドオンはですね、こちらのプリファレンスっていうのがありまして、ここのアドオンのところの一番右上のところですね、ここにディスクからインストールっていうのがあるんで、ここを押していただいて、で、私の作ったこのアドオンのプログラムっていうのは動画の概要欄に貼ってあるんで、そこからダウンロードしていただいて、そのダウンロードしたアドオンを今言ったここでディスクからインストールで選択してもらうとここに入ってきます。で、インストールが完了したら今度はこちらのなんだっけ前忘れちゃった、サイドバーか。サイドバーのところにこのキリーツールスっていう名前のタブができると思うんで、ここ開いていただくとこれが入ってきます。で、使い方なんですけど、まず最初に当たり前っちゃ当たり前なんですけど、パーティクルのアニメーションを作ってください。今回はもう事前にテスト用で作ってあるデータを用意してあるんですけど、こんな感じのちょっと今回に関してはちょっとパーティクルの作り方みたいなところはちょっと紹介しません。それやりだすとまた動画がとんでもなく長くなりそうなんで、私は使ってるのはこれ、今回はボイドですね。ボイドを使って魚の動きっていうのを作ってみました。で、これをこのままユニティとかに持っていきたいけど持っていけないみたいなジレンマをなんとか解消するために作ったのが今回のアドオンなんですけど、で、アドオンの使い方としては今これボタン押せるようになってると思うんですけど、ですね、通常時はボタンこれ押せないようになってます。こんな感じで。これなんで押せないかっていうと、これね、パーティクルの入ってるオブジェクトを選択した時だけこうボタン押せるようになります。なんでなんかボタン押せねえなってなってる場合は、このパーティクルシステムがちゃんとその選択してるものに入ってるかどうかをちゃんと確認してください。で、使い方はもう本当に簡単なんですけど、これ選択した状態でこのパーティクルアニメーションベイクってやつを押せば、これがアニメーションとして全部ベイクされます。試しに押してみますね。これ数によって当たり前なんですけど、このベイクの時間とか、あとはあれですね、このベイクするフレーム数、今回は0から300にしてますけど、この辺によってこの
処理の重さが結構変わってくるんで、極端に例えばすごい10分20分その100匹の魚とかが動き回るみたいなやつをやる場合は結構そのベイク時間長くなるんで、ある程度その辺は自分のパソコンのスペックとかと様子見ながら選ぶようにしてください。でできたのが今回これですね。でものとしてはこんな感じで別のエンプティに対してこうアニメーションの入ったエンプティを出力するっていうような形式になってます。でこれに関してはこの今魚のやつでアニメーションパーティクルをアニメーションさせてますけど、この出力されるものに関してはエンプティしか入ってないです。これもねちょっとねいろいろ悩んだんですけど、これ私の場合はその Unity で使うこと前提にこれプログラム組んでるんで、 Unity の場合って Unity で買ったアセットとかを組み込みたいとかっていうパターンも結構あったりするんで、ここの段階でモデルが入ってるよりはこのまま FBX で出力してその FBX を Unity で読み込んで、で Unity 側でオブジェクトを配置する方が都合が良いなと思ったんですよ、個人的には。なんで今回はそういう形態にとってます。もしここにまたブレンダー上であえてこれをベイクして使うっていうのもあんまり、まあでもあれか、パーティクルで大まかな動きを作ってそれを自分で編集したいみたいな、もうちょっとここ細かいところは自分で制御したいみたいな場合でも使えるっちゃ使えるんで、そういう用途の方は、エンプティしか出力されないんで、ここにまたオリジナルというか自分でオブジェクトをコンストレイントするみたいな処理をしていただく必要はあります。今回のやつに関しては、エンプティだけが出力されるっていうような仕様ですね。はい、となっております。今回のに関してはもう以上ですね。実際に見てみると、ちゃんと各一つ一つのパーティクルに対してエンプティがちゃんと追従してますよね。今バグった。多分これあれですね、今パーティクルベイクしてないんでこちらの計算処理が変わっちゃったっぽいですけど、一応これベイクしてからやった方が多分処理的に安定するとは思うんですけど、今見てもらった通り別にベイクしてなくてもちゃんと今のベイクはあれですね、パーティクルのベイクですね。パーティクルをベイクしてなくてもちゃんと処理走るんで、あんまり深く考えなくても使えるしいいんじゃないかなといいんじゃないかなっていうのは、こっちの感想ですけど、っていう感じです。以上ですかね。今回のに関してはそれ以上喋ることはないかな。はい、ということで、もしねこういうニッチな使い方したいよっていう方がいましたらぜひダウンロードして使っていただけたらなと思います。あと1点、前の動画の時も言ったんですけど、今回のこれも別にデータが破損するとかっていうことはないと思うんですけど、どっちかっていうと重たいデータっていうか、例えば1000個あるパーティクルで10分動き続けてるみたいなやつでおっしゃると、多分ほんと半日とか1日以上場合によってはフリーズすることになると思うんで、ブレンダーがそういったことによって生じる例えばデータの破損とかそういうのに関しては、いつも言ってる通り私の方でその賠償とかできないんで、そこだけご了承いただいて使っていただけたらなと思います。以上ですかね。一応ねまだ他にもいろいろ作ってあるプログラムあって、まだねちょっと精査できてないんですけど、もし他にも使えそうな、万人が使いやすそうなスクリプトがもしあればまた紹介しようかなと思ってるんで、もしよかったらそちらも見てもらえたら嬉しいです。はい、ということでじゃあ今回はこれで終わります。ではでは。